僕の写真家としての人生っていうのは語を綴る人間の人生に例えることができるんじゃないかなと。イリュージョンっていうのはそのグラフィックを受容する僕たち、それを見る側ですね、見るものの内部で生じていることですね。世界を違ったパースペクティブで眺める方法がもっと他にあるんじゃないかと。僕の写真の作業っていうのはまず撮りたいと思う何かがあるんですね。それで一つの場所とかテーマあるいはサブジェクトと言ってもいいですけども、そういうものに関わってるうちに、複数の写真が生まれてくると。でそれがやがてシリーズとしてまとまって終わる、そういう特徴を持ってるものが多いように思うんです。で例えば写真っていうのは単にその物理世界のコピー画像でしかないんですね。でそれが複数見せていくとぼんやりと何か意味が生まれてくる。一つのなんか短い言葉のように見えてくる。それをとりあえず語というふうに呼んでみたらどうかなと僕は思うんです。それを連ねていくとですね、ひょっとしたら文のようなものになるかもしれない。ですから僕の写真家としての人生っていうのは語を綴る人間の人生に例えることができるんじゃないかなと、そういうふうに普段から思ってるんですね。実はですね、これは東京の渋谷で撮ったんです。15年前ですか。でもその過去の作品だからもう忘れて次に行くっていうふうな気持ちは全然湧いてこないんですね。で今でもこうしてですね、壁にかかると真剣に見ちゃいますね。この写真が僕にとって過去のものに見えないって感じるのはね、僕の関心がここ20年くらいあまり変化してないからだと思うんですね。で今現在行っている仕事もこの写真を常に参照物として呼び出しているような。でその点でですね、過去の作品を乗り越える形で前に進んでいくっていうふうな近代的な典型的な近代的芸術家の像とはちょっと違うかもしれませんね。さてこの写真を撮る前に撮っていた写真っていうのがですね、これ渋谷川のコンタクトプリントなんです。ネガフィルムを印画紙に直接置いてフィルムと同じサイズでプリントを作るんですね。でこれは渋谷駅から恵比寿に向かってコンクリートで固められた水路が流れてるんです。この川はですね、渋谷川と言います。で僕は93年当時にこの川と上にかかる高速道路の様子に興味を覚えたんです。例えばこの写真、首都高の下が昼間は暗いと、それでよく見えないんですけども、これ実は二重露光なんですね。夜もう一回行って、街の明かりで昼間撮った写真のようにもう一回重ねちゃう、昼と夜がくっついたような写真を撮ろうと。それで橋のそばにですね、作業員が下の川に降りるためのはしごっていうのがついてるんですね。でなんとなく降りてみたくなっちゃったんですね。である日その通行人がですね、周りにちょっといないかなって思った時にパパパッと降りたんですね。でこれが川の連作の元になった写真ってことになりますね。出来上がった写真はこんなに非常に変わったルックスを持つものになってしまいまして、こんな極端なものを作っちゃったなっていうふうに思ってたんですけどもなんか周りからですね、畠山はもうなんかやるにこと書いて最近は2つの写真を合成して作品にしてるらしいよみたいなことを誰かが噂してるっていうふうなことまで聞こえてきましてですね、ちょっとがっかりしたんですね。でも今から考えるとなんかのんびりして平和だったなみたいな気持ちもあります。僕は大学では最初は写真をやろうと思ってなかったんです。でその頃花形っていうと版画芸術、それからグラフィックデザイン、そういったものも賑やかでしたから、
進路を決める3年生になったらそのどちらかにしようと思ったんですね。それで入学当初はデッサンとか絵画とかでそういったものそういった授業も取ってて、である日ですね、その時デッサンで描いてたのは、確かブドウのツタで編んだカゴに入った大きなガラス瓶で、それをみんながこう20人くらいの学生が囲んで木炭紙の上に木炭でそれを描く。でね、カゴは取っ手がついてるんですね。で手前にある取っ手と奥にある取っ手とそれから瓶の首の関係がですね分かんなくなっちゃったんです。つまりですね、今こうやって指を2本立てて手前に意識を集中させると奥の指って2本見えるんですよね。で逆に奥の指に意識を集中すると手前の指は2本見えます。でこれバカみたいな話なんですけど、僕たちが両目でものを見てるからそれはしょうがないんですね。で先生に相談しました、絵画の先生。そしたら絵画の先生は「ものが2つに見えて困るって?」と困った顔をしたんですね。で僕に一言「片目をつぶればいいんだよ」とおっしゃった。どこか釈然としないものが残ったんですね。確かに絵画特有の奥行きってものがどうもあるらしい。例えば壺の中の空気を描くとか見えてない壺の裏側を描くといった独特なリアリズム芸術の奥義のようなものがあるとされているようなんです。でその後ですね、僕はアルベルト・ジャコメッティという人の絵画や彫刻を初めて見たんです。でその時に僕は僕のした質問がですね的外れだったり馬鹿げたりしたものでもなかったんだなということを知ることになりました。で僕はその絵画教師から遠ざかって大地清次教授の語る写真の魅力にのめり込んでいったっていうわけなんですね。それで実はこの連想っていうのはこの渋谷川のプリントを見てるとですねなんとなく思い出されてくるんです。これはそのペラペラの紙の上に色素でもって、形成されているグラフィックですね。でところがそれなりの奥行きってものが感じられると思うんです。でそれは、ペラペラの紙の上の出来事ですから言ってしまえばイリュージョンですね。現実にその奥行きがそこにあるわけじゃない。で絵画の写真も結局はこのイリュージョンっていうものを上手に扱って何かを表す技法であるだろうと思うんです。でイリュージョンっていうのはそのグラフィックを受容する僕たち、それを見る側ですね、見るものの多分内部で生じていることですね。つまりイリュージョンっていうのは人間の心理と切り離して考えることはできないということはですよ、絵画や写真のテクニックというのは人間心理と切り離すことができないっていうふうに結論できるのではないか。でちなみにそのアルベルト・ジャコメッティという人はこのイリュージョンという問題を僕たちの生きる現実に重ね合わせてみようと、そういうふうに生涯努力していたっていうふうな人だと僕は理解してます。で画面の上の方に見えるビルっていうのは遠くに行くほどちっちゃくなって、典型的なそのパースペクティブってやつですね、遠近法ですけども遠近感が現れてる。でところがこの真ん中にある線ですね、印画紙の上に直接引かれたかあるいはナイフで切断されているかといったとても二次元的な印象を与えてきます。でここにですね針金があるんです。橋の上から見下ろした護岸っていうのがこんな風に見えてると思うんですね。奥に行くに従ってすぼまってる。でそれがですねカメラを下げてくるとこれがこうなってくる。で両目で見ると奥行きはあるんですけど、これが片目で見ると一本の直線に見えちゃう場所っていうのがあるんですね。こういうふうに見てる。片目で見る、さっきの絵画教師の言葉ですけども、片目っていうのは言うまでもなくカメラのことなんです。
海外における遠近法あるいは一点投資法を理論化する過程っていうのは、ものの本によればですよ、例えば最初片目をつぶる、それから、視点を固定する、目が動かないように固定するんですね。それで目から対象まで伸びる四角錐の立体を想像して、その断面を絵画の画面と想定する。そのカメラっていうのは一点透視法っていうそういった図学的な理論をまさに装置として具現化しているものだっていうふうに言えます。でこのカメラっていうのは写真発明以前からあったんですけども、19世紀以降には写真機として僕たちにおなじみのものになったんですね。今カメラっていうとビデオカメラとか写真のカメラとかそういうものしか僕たちは想像しなくなってるんですね。ルネサンスの画家たちが頑張って手に入れた遠近法、つまり一点透視法ってやつを僕たちは今何の苦労もなくカメラと写真を通じて身につけてしまってる、身体化しているってことです。映像時代に暮らす僕たちはこの一点透視法一本やりということになっちゃう。これって意外に不自由なことじゃないかなっていうふうに時々思います。で世の中には世界を違ったパースペクティブで眺める方法がもっと他にあるんじゃないかと。奥行きとそれから奥行きを失った二次元的な水平線で、このコントラストを眺めてるとちょっと奇妙なそんな疑問が湧いてくるんですね。でこの水平線に注目した場合、そこにイリュージョンとして現れているのは何かっていうふうに僕は思うんです。これはどう見ても奥行きのイリュージョンというふうに単純に言うことはできないですね。ここでその現れているのは奥行きが単なる線に還元されてしまった状態そのものなんですね。非常にややこしいんですけども、例えばこんな想像したらどうでしょう。写真として定着される前にカメラのすりガラスに映っていた像、つまりカメラの向こうにあるものじゃなくてカメラに今映っている像を写真にしたっていうふうな変な感じが、すでに写真的な一つの状態をもう一回写真にするって言ったらいいか、そういう入れ子のようななんか二重の構造みたいなものがこの線にはあるんじゃないか。でそういうのを見ると、例えばその壺の中の空気を描くみたいな非常にヒューマニズムを感じさせるリアリズム絵画の極意をつかもうとする、そういう努力をしてる画家みたいな、そういうこととなんか対極っていうんですかね。どちらかというと写真が作り出すイリュージョンっていうのは自動性とか簡単さとか簡便さですね、再現力とかで、そういった非人間的なところがあって、ちょっとそこが不気味な感じがするんですね。次にですね、この写真が僕に想像させるものについて話をしなければいけないですね。それは単純に申し上げて上と下ということです。上半分には僕らの暮らす街があるんですね。でところがこの真ん中の線の下は非常に無機的なコンクリートの壁だけです。でわずかにその不確かな形で水面に都市の明かりが反射像として写っているんですね。それでこの写真はですね、僕に意識的な自我、それから無意識的な自我といったものに僕らを分裂させてしまうエディプス的体験で、これはフロイト派の仮説ですね。それから集団的潜在意識で、これはユング派の仮説と言われてますけども、そのようなお話をどうしても連想させてしまう。それで実際この写真以降僕の地下空間への関心は高まったんです。地下空間っていうのはつまり潜在性ですね。目に見えてないどこかに隠れているで、そういう潜在性に対してのメタファーであると同時に、僕たちの暮らす都市のメタファーとして考えることができる。昔から地下空間っていうのは神話の形で僕らの日常の下に潜んでる目に見えない世界として扱われてきた。ところが近代に入って考古学などの発掘っていう作業、それから鉱山工業における採掘作業
地下鉄とか掘削っていうものも一般化してきて、地下空間っていうのは歴史的科学的技術的な想像力があふれるようなそういう空間になったんですね。でそれと時期をほぼ同じくして、例えば文学の世界で地下世界っていうものが扱われだしたり、写真もネガとポジなんてものを使いますね。それから芸術におけるシュルレアリズムといったもので、そういうものを合わせて考えてみると、この地下の空間っていうのはなかなか強烈なインスピレーションを僕らに長い間与えてきてるものじゃないのかと。地上の光が全く届かない、端的に言って暗い、目で物を見るっていうことがあらかじめ否定されているようなそういう空間ですね。つまり見ることが否定されている、あるいは見ることができないっていうと、僕たちは何をするかっていうと想像するんですね。というより地下っていうのは存在するけれど見えないのだから想像するしかないような空間ですね。もともと創造的な空間なんです。ですから写真を撮るっていうのは大変なんですね。写真っていうのは光が必要なものですから。でそれからここが地下であるっていうことを表すのが難しい。例えばですよ、地下鉄に乗るために地上から階段を降りていく時っていうのは一種の不安っていうか、その独特な気分があるもんですよね。でもですよ、たとえ大江戸線の地下40メートルにある駅の構内で写真を撮ったとしても、そこが地下の奥深くである、特別な世界であるってことはなかなか写真には写らないだろうと思います。でこれはですね、パリ市の採石場管理局の玄関なんですね。でそこにですね、カットモデルといって私たちの街の下はどうなってるのっていうことを表す模型があるんですね。でこれがカットモデルの上の部分の、ビルが建ってますけど、その隙間にカメラを置いてまるでその現実の街であるかのように撮った。で僕は模型を見つけると必ず写真を撮りますから。でこのカットモデルを見ると地上と地下がですねいっぺんに分かる。1枚の写真に上と下が撮れれば僕は羨ましいなと思ってたんですよ。でそう思ってですよ、ここにかけてある川の写真を見ると、これはなんかカットモデルのように見えてくるじゃないか。でなんかこうポジとネガがいっぺんに写ってるみたいな感じですね。でこういうふうにこの写真を撮りながら、あるいはこのプリントを見ながら、僕はまたこの写真のことを思い出したり考えたりしてしまう。写真と想像力がこうぐるぐるとずっと運動を続けてるっていう感じと言ったらいいんでしょうかね。一枚の写真は常に謎なんですけども、それが複数提示されることで文を綴るみたいな一人の写真家の活動の総体っていうことも考えることができるんじゃないかなというふうに思ってます。今のところはとにかくその語の数を増やすと、それを増やしたいっていう思いで仕事を続けてます。最初からはっきりした文法とか作文の構想ができている人生なんてひょっとしたら面白みに欠けるんじゃないかっていうふうな気持ちも持ってます。